もどうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回、光の領域におじさん3人をぶち込んで嫌がらせしつつ、ボーイッシュで機械なクイックムーブちゃんを仲間にしたところでしたね。VIP RPG 素材保管ウィキの立ち絵を見てみたらめちゃくちゃ美人さんやーってなった。で、今はポツンと立っているお墓に突き刺さってた折れた刀を拝借したところ、意味深だな。歴代勇者パーティーの誰かが使ってたのかな。折れてるだけあって攻撃力も命中率も低いが、とてつもない可能性を秘めているみたいなあれね。早速強化していきましょう。ゴースト派生影虎で急所率アップと HP 回復、いいじゃん。さらに格闘派生春老にすることで余ダメージの 20% を吸収。よろしおすな。さらに悪派生闇おぼろにすることで吸所率が異常にアップ。なあ。とはいえ闇の原版はもったいない。おめえの出番だ。闇っち。よし、これでかなり強い刀が手に入ったな。とりあえずポイズンに持たせとこっと。まだ男縛りは継続中なんでな。ポイズン以外にこれを使いこなせる男はいない。それじゃあ光の領域の探索再開だ。前回お見せした通り、ここでは女の子たちが平和に仲良く暮らしてるんですけど、男どもはひたすらドラム缶を無意味に押し続けるっていうメタルでマックスな刑罰を課されてます。かわいそう。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。まあさすがに哀れなんでな。できれば助け出したいところ。隠し部屋の予感。うわ、肉々しい部屋だ。一野さんが取り込まれてミイラになっとるが。電池人間の研究室。はは、なるほどね。人の役に立ちたい気持ちが強ければ優秀な電池人間になる。だから無意味ドラム缶刑罰とかで自己肯定感をズタズタにしてんのか。怖ー。実験棟みたいなところもあるな。男どもがモンスターに改造されてらっしゃる。おー、かつてないデザインをしている。よくこんなデザインを思いつけたな。そんでよく描けたな。使ってくる技もスリープクラウド、舌で舐めるとラインを越えてるな。さっさとこの世から消すぞ、こんなやつら。これにて悪は滅びた。まあ主人公パーティーが全滅したら復活しちゃうんですけども。光の王宮に行くには鍾乳洞を抜けないといけないのね。光の女王にはイケメンの兄がいる。興味ない情報だな。で、光の王宮へ行くには鍾乳洞を抜ける必要があって、光の王宮からは問答無用で襲われるらしいんですよね。せっかくおじさんまみれのパーティーで来たのに、おじさんに反応するイベントが受付だけだったんですけど、悲しいよ。もうおじさんパーティーに固執する必要はないんだね。ということで、新メンバーであるクイックムーブちゃんを使ってあげましょう。おじさんメンバーの中でもコンフューズさんだけは残しておいてやるか。それじゃあ鍾乳洞に出発だ。今回はさっさと抜けちゃおう。探索は後ででな。BGM がいいぞ。突発 BGM 傾聴タイムの開始だ。よし、
だいたい1ループしたな。ワープだ。お、早々に正規ルートを引けたんだな。ここからは完全に敵対存在しかおらん。闇風でぶっ飛ばしていくぞ。どうも、侵入者です。ご機嫌いかが？レディファイター、レディダンサー、レディソード、全員光属性。ポケモンでいうとエスパータイプを持ってて、それに加えて格闘やら鋼やら持っとる。面倒。何が面倒かって、鋼タイプに飛行技の闇風をぶっ放しても0ダメージで終わっちゃうんですよね。クエイクを使わせた方がいいかな。ちょっと進んだところに書庫っぽい場所がありまして、貴重な装備品の合成レシピとか書いてあるんですけど、光の女王の即死魔法は光弱点の敵に必中という情報ゲット。その辺は女神転生の浜系魔法っぽい感じなのね。エスパーに耐性を持っているのは悪属性ということで、因縁を持ってそうな闇っちを闇おぼろから分離させてパーティーに入れましょう。ちゃんと闇っちを運用するのは初めてだな。クイックムーブちゃんも鋼タイプだからエスパーに有利。ウィンドイチちゃんはそもそも全部避けるから有利も不利もない。ウォーターイチちゃんはすっかり忘れてたけどなんとかなるべ。そんなこんなで最王部に到着。正義の刃覚悟しろ。あ、今回の戦闘前会話はなかなか長い上に電波なので視聴者も気をつけろ。
剤のリングを装備してなかったらウォーターイチちゃんもコンフューズさんもポイズンも世に平穏のあらんことをって言い合ってたのか。シュールな絵面だな。状態異常を無効化。瀕死になったら問答無用で死んじゃうのね。了解。早速ヤミッチに何を使わせればいいのかわからんな。代名詞のダークネス1でも使ってみ。クイックムーブちゃんも何をさせればいいのか。ヤミッチの素早さでも上げとく。ウォーターイチちゃん、対策してなくてすいませんでした。ヤミッチのダークネス1はたった27ダメージ。そりゃ物理アタッカーは短期キャラに魔法を使わせるべきじゃないよな。ごめん。っていうか光の女王エスパー&ゴーストなのか。格闘が無効になっちゃって困る。武器持ち替えでモルグラインアックスとかいうごつい斧でぶった切ってくれ。相性有利とはいえ最低ダメージだけでも痛いな。ヤミッチにはおとなしくガードさせとくか。クイックムーブちゃんとウィンドイチちゃんが最速で回復アイテム使えば耐えきれるやろ。しかしあれだね、ウィンドイチちゃんに雑に持たせておいた闇魔法の杖でシェード3を打ち続けるだけで毎ターン200ダメージ出し続けるのやばいね。ほんとウィンドイチちゃんは尖ったステータスとは裏腹にどんな場面でも役に立つな。そしてその闇魔法の杖ウォーターイチちゃんも持っております。このターンからシェードさんが1ターンに2回飛んでいくぞ。ふふさて、さっき使ったシェードさんはダブル抜群で 3.6 倍ダメージだったんですが、ウォーターイチちゃんは使った魔法の属性になるんですよね。闇属性になってるのがわかりますね。そしてウォーターイチちゃんのタイプ一致ボーナスはぶっ壊れてるので、次に使うシェードさんは 6.12 倍ダメージ。凄まじいダメージが出るぞ。どのぐらいダメージが出るかな、楽しみだな。348ダメージ。今までで最高ダメージじゃない。これが必中なんだからほんとやべえな。あ、即死は不治の病で防げないのか。まあいいわ。シェード3で終わりよ。ダブル抜群を取られるお前が悪い。お疲れちゃん。お、いよいよメインストーリーが進むのか。真相の断片が明らかに。
ミッチとクエイク先生はもともと知り合いなんだな。VIP RPG シェアワールド的な世界観で暮らしてたっぽいのに、どうしてこんなことにと、いろいろと気になる過去編だったものの、スターライト1ちゃんが仲間になったぞ。敵の種族値を奪えるってのはちょいと気になりますな。HP 半分以下の敵の属性と種族値を奪う体ちょうだい。相手全体の能力変化を初期化する凍てつく波動。味方が倒れた時に自分を犠牲に蘇生するビクティム。すごく有用なスキルを適当に詰め込みました。みたいないびつな構成だな。このキャラはこう使うんだぜって示す目立ったスキルはないけど、その辺は体ちょうだいで奪った種族値で方向性を決める感じなのかな。試しに今だ、体を奪え。演出が怖いんよ。これで奪えたってことかな。属性も変わってるし。どれどれ。おお、こんな感じか。力と魔法と素早さが95。適当に奪った割には悪くない種族値視点ね。しかしこれ強いは強いんだろうけど面倒ですね。クールタイムがめっちゃ長いから適当に体を奪いまくるってわけにもいかんし、有用な体の奪い先ぐらいは攻略ウィキを見ちゃおうかしら。といったところで今回はこの辺でお疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。